こんにちは。推し活楽しんでますか？ウイスキのぎこちです。今回は私が推してるアイドルグループを推すのにちょうどいい、そんな推し活手帳、ノートの書き方、まとめ方を共有します。ご紹介するまとめ方はあなたの推しにも使えますよ。この動画の企画のために自分でイラストレーターでリフィルも自作しちゃいました。久しぶりにイラストレーターを使ったけれど、ものづくりって楽しいですね。推し活や推しのメモを手元に記録として残しておきたい、誕生日や記念日を忘れたくないし、綺麗にまとめたいという方は多いと思います。デジタルのトゥードゥーリストアプリなどを使うのもいいけど、アナログでまとめると自由度がぐんと上がりますよ。飾り付けも楽しくなっちゃうかも。今回は私ぎこちが推し活ではこんな風に推しのデータやメモをまとめているよという手帳の中身を共有しようと思います。この動画を見ていただくと、あなたの推してるコンテンツをうまくまとめる簡単な方法が身につきますよ。アナログ派の方もこの内容を書いていけば、もう今日から自分オリジナルの推し活手帳が出来上がります。一つずつ詳しく話していきますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。今回使用したアイテムは概要欄にリンクがありますので、気になったらご覧ください。よかったらチャンネル登録、高評価いただけたら後で見返すこともできますので、よろしくお願いします。目次。今回は推しの誕生日記念日、スケジュールリスト、予約発売日リストのそれぞれの入れるべき内容とまとめ方、手帳リフィルのレイアウトを順番に解説していきます。概要欄とコメント欄にテーマごとに秒数指定しているので、これが見たいなって方はそこからスキップするのにも使ってくださいね。前置きです。では今回はお気に入りのインクを使って書いていきます。ひっそり私、万年筆とインク沼にも片足突っ込んでいます。今のところフェリスホイールプレスの緑色のインクにラメ入りのものが大好きで、これをメインでヘビロテしています。これは確か限定品で、海の動物たちだけが知っている秘密の本屋さんという名前のインクです。何年か前に蔦屋書店の通販で予約した記憶、インクの名前に惚れましたよね。私は美大時代は人間描けなくて動物ばかり描いてた学生だったので、動物モチーフ、特に海洋生物とかハムスターとかに反応しがち。このインクは割と安価で使いやすい書くのという万年筆に入れて使ってます。1000円ちょいで買えるパイロットの万年筆ですね。万年筆ってほぼほぼ毎日使わないと詰まってしまったりするので、毎日書かなきゃって思わせてくれる文房具アイテムだったりします。ちょっと不便だけど、それが逆に毎日書く理由にできる。最近使い始めた万年筆のおかげで2年ぐらい日記を書くことを続けられてます。自分にしてはすごいこと。では早速本題に入りますね。まずは1つ目。推しの誕生日記念日。私が推してるグループは誕生日以外にグループ結成日や事務所に入った入所日、そしてメンバーが自ら決めた記念日などいろいろな日があります。私は記念日が近づいた時にお祝いイラストを描きたい人なので、1ページでパッといつどの記念日かを見える化しておきたいんですよね。結構同じグループを推してる絵描きさんたちも記念日や特別なイラストをアップしているのを見かけたりします。新作が間に合わない時は以前描いたものを使っちゃったりしちゃいますが、お祝い投稿はしたいというオタクな落書きが大好きな私ぎこちです。イラストを描かない方でもお祝いの SNS へ投稿するテキストは用意したいですよね。そんな時に使いたい手帳の書き方、わかりやすいように PC でざっとレイアウトを作ってみましたが、項目をざっくり似た感じにすればあなたの手帳、ノートも見やすくなりますよ。必要な項目は日にち、記念日の名前、メモ書きスペース、余裕があればメンバーカラーを入れる場所の計4つです。メモ書きスペースは
何歳になったのかとかを書いたりするのに良さそう。最近公式で年齢非公開にしちゃったメンバーもいたりするので一概には言えませんが、へへ、そういうところも押せるグループ楽しい。これを1ページにいい感じにまとめてあげればどうなるかというと、例えばきちっとしたい方はこんなデザインいかがでしょうか。他にはレイアウトを楽しみたい、ゆるっと書いてみたいという方はこんなデザインとか、もちろん手帳サイズにデザインをプリントしてもいいですし、手書きだけでまとめるのも楽しいですよ。私は英語サイズの紙にプリントしてみようかな。普通紙にプリントして後から穴開けパンチで手帳にセットします。穴開けパンチは最近買ったこちらがおすすめ。カールさんの英語手帳からご案内リフィールまで対応しているパンチです。最近購入してとっても便利だったのでおすすめ。ちゃんとどこまで紙を出せばいいかとか、穴を開ける場所の目印もしっかりあるので初心者さんでも全然できちゃうと思います。ゆるりと手書きで書くのはライフというリフィルが好きなので、それに合わせてやってみようかな。本当は方眼かドクト方眼があればよかったけど、まあこれはこれで好きです。縦線引けば簡単にまとまるのもいい感じですよ。推しのメンバーカラー、略してメンカラがある場合はそれを意識してノートをまとめてあげるのもグループならではのデザインになってより良きですよね。このメンバーなら赤、このメンバーなら青とか、メンカラが決まっていたら色って最初にパッと目に入るから、誰の記念日なのかもページを開けば一目瞭然。メンカラあるのめっちゃ助かる。マーカーがあったらそれを使ってもいいし、クーピーとかでも全然いける。マーカーは穏やかな薄い色を使えたらおしゃれな感じになりそう。私はだいぶ昔に買ったマイルドライナーをまだ使ってたりします。アルコールマーカーもいいかも。にじむ筆記用具だと使うの難しいけど、冒頭に面カラを入れるスペースを確保してあげるのもありよりのあり。クーピーは意外とこういうことに便利に使えるの嬉しいです。塗った時の若干の透明さがいいのかもしれない。文字に重ねても読める。いい。マーカーみたいににじまないしね。完全な不透明ではないのが好きです。私の推しグループは面からなるメンバーアニマルもあったりするので、それモチーフの落書きも添えたいな。お絵描きが得意じゃない場合は100円ショップのシールを探すのもありです。めっちゃお役立ちですよ。次はスケジュールリスト。私の場合はライブや舞台の申し込み締め切りとか、または開催期間、ファンクラブの会費支払い期限、ファンクラブなどの動画視聴終了日、推し関連のイベント会期を書いてます。あとは推しが一緒のお友達とのオフ会のお返事の締め切り日とかもメモしてたりします。いつもお世話になってます。楽しいひととき。ひとまずこのページにはこの日までに払わなきゃ、お返事しなきゃとか、そういう日程の内容と補足情報を書いたりもします。このスケジュールリストには始まりの日付から終了の日付、それから終了日の時間、イベントや内容を書くところ、補足メモ書きスペースを記載できる場所を作るといいかも。直近で絶対に必要な場合は別途付箋に書いて毎日見えるところに貼るのも提案しておきます。例えばデスクに貼っておくとか。支払い期限はたまに自分の SNS の名前欄に日付書いてる人も見かけたりしますが、期日を忘れて現場に行けないのも悲しいので、これは推し活手帳ノートにとっても入れたい項目。最後です。予約発売日リスト。地味に大事なこの予約発売日リスト。雑誌とか CD、DVD、ブルーレイ、いつ予約したっけ？どこで予約したっけ？オタクあるあるだと信じたい。チェックボックスは必要そうな気がする。発売の情報が SNS で発表されてから予約開始日まで何日か日が空いたりもしますもんね。ということは日付は予約開始日と発売日の2ついるな。どこで予約したとかポチったとかのメモ書きも欲しいか。結構人によってですけど、雑誌とか CD、いわゆる円盤などは複数買いするパターンもあるんです。一冊でいいじゃないって思う方もいらっしゃると思うんですが、見る用、保存用、布教用、推しの沼にはまってみると複数欲しい時も
あるんですよね。Amazon で買ったりとか、タワレコで買ったりとか、近くの本屋さんで注文したりとか、私は家族と同じ推しをしているので、どこでいくつ注文したかを忘れるなんてざらにあります。そんな時にこの予約発売日リストを作っておくとちょっとはマシ、多分マシとすると、項目はこんな感じですね。予約したかのチェックボックス、予約開始日、発売日、予約したもののタイトル、価格、補足メモ書きスペース、出てるメンバー名とかどのお店でいくつ注文したかを書くの6つが必要そう。情報多いけど書けば書くほど楽しくなる人向きです。書いてみるとこんな感じかな。参考にしてみてください。本日のまとめです。今回は今日から推し活に使える手帳・ノートのまとめ方の提案動画でした。動画内でご紹介した私リコチが作成したオリジナルのリフィルはメンバーシップのクリエイト支援以上のプランで配布、またはすずりというサイトでデジタルコンテンツでも販売しています。すずりでは1種類ずつバラバラのものと一括ダウンロードできるものをご用意しています。 URL のリンクはどちらも概要欄に置いておきます。結構デザインの工数は必要だったけど価格はなるべく抑えたい。拡大縮小なしで英語サイズにプリントするといい感じになるように作っています。おすすめのエプソンのミニプリンター PF71 でもプリントできるサイズなので、以前の動画きっかけでプリンターをゲットした方はぜひ。もちろん手書きでも問題なくまとめられるので、この動画お役に立てれば幸いです。皆さんも推し活手帳、ノートの書き方気になったら試してみてください。コメント欄に他の活用法も思いついたら書いてもらえたら嬉しいです。メンバーシップのお知らせ、ちょこっとだけお知らせです。最近メンバーシップを始めました。動画の中で使ったテンプレートをデータで配布してます。テンプレートはクリエイト支援プラン以上のプランに入ればダウンロードできるようにしていますよ。念のため共有ですが、これらのデータは個人の範囲内を想定しているので、他の場所への転載や二次配布、所有利用は NG です。すみません。あとはリコチのイラストを使ったグッズなどもすずりさんで展開中です。もしイラスト気に入ってくださったらチェックしてみていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かったよという方は高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。このチャンネル無意識では私リコチが推しているコンテンツの動画をアップしています。イラストだったりシーリングスタンプだったりドール活動だったり、何か面白い企画があったら誘ってください。ではまたね。